ティブな映像はどんどんカットくんだよ。時々映像が乱れることもあるよ。よろしくね。ここにいる候補生たちのことは俺たちが何があっても守ります。どうやって？こんな茶番続けたところで何にもなりやしない。いいえ、なります。何？最後まで続けて結果が出ればわかります。そしてそれは必ず皆さんの生涯の糧になります。だからこのオーディションを最後までやり抜きたい。ここにいる候補生みんなのため、そして今まで応援してくれたグランツのためにも。そこまで言うんならいいよ。オーディション継続すれば最後の配信ライブ許可しよう。ただし条件がある。条件？候補生による最初で最後の生配信ライブすればいい。しても構わないさ。でもその後の投票で一定数の票が集まらなければ彼らをデビューさせることはできない。まだ配信は再開できそうにねえのか？そのようだな。きっとわざと止めてるんだよ。グランツの不信感を煽って投票数を減らそうとしてるんだ。ほんとやることが姑息っていうかさ。マジで許せねえ。怒りにとらわれるな。配信に関してはすぐにでも再開できるよう東雲氏がカット君の解析をしてくれている。今は候補生たちの最後の課題のために何ができるかだ。で、あの人は？こっから先は2人だけで話をつけるって源さんが。それで今さら何を話そうって言うんだい？教えてください。どうしてあなたはこのオーディションを憎むのですか？できた！おめでとう！すっごく似合ってますよ。失礼します。次のメイク俺だって。おお、かわいい帽子。本当？ケイトさんが作ったんですよ。え、自分で作ったの？すごい。へへへ。アグリさんと双葉さんに手伝ってもらってどうにか。2人ともありがとうございます。衣装のアレンジやヘアメイクまで手伝っていただいて。気にしないで、こういうの僕得意だから。まさか本来お願いする予定だったスタッフさんたちが事前にキャンセルされていたなんて。メンターの皆さんがいなかったら一体どうなっていたか。本当にありがとうございます。気にしないでください。太陽さんも言ってたじゃないですか。候補生の皆さんのことは何があっても僕たちが守るって。そうそう、みんなを可愛くかっこよくするお手伝いができてむしろ楽しいくらい。はい、普段からライブグッズを改造しているスキルがこんなところで役立つなんて光栄です。ケイトもお裁縫上手すぎてびっくりしちゃった。今度一緒にハンドメイド部結成しよう。わ、いいの？やりたい。買います。お二人が何を作ったとしてもそれは全て僕が買い取ります。双葉、勢い良すぎ。これに勢いつかなくて何に勢いつけと言うんですか？てか双葉も一緒にやるでしょ？そういえばケイト君も手芸が趣味だってプロフィールに書いてたよね。覚えててくれたんだ。もちろん。ところでチピちゃんはもういいの？うん、チピちゃんをかぶることがチピちゃんになることじゃないってもう分かったから。そっか。最初は君の姿に驚いたりしたけど今は少しだけ寂しいかもな。あのね、ヒロミ、これ。これもしかして課題の歌詞？うん、
課題はみんなで一つの歌詞を作ることになったから、もうライバルに向けた歌詞はいらないんだけど、でも僕どうしてもヒロミに知ってほしくて、僕のライバルがどれだけ素敵な人かってこと。ケイト君、実は俺もこれヒロミが書いてくれた歌詞。あ、少しだけ書き直してる。前よりもっと褒めすぎだ。褒めすぎなんかじゃない。それが俺から見たケイト君だよ。俺も知ってほしかったんだ。俺のライバルがそれだけ素敵な人だって。バカバカしい。そんなことを知ってどうする。嫌いだから鬱陶しい。その上生意気で目障り。気持ち悪いとすら思う。本当にそれだけが理由なのですか？そうさ、心の底から思ってる。こんなオーディション心底気持ちが悪いってね。ああ、のっぺん言ってみろ。何度でも言ってあげる。キモい。なんだとお前。だってそうじゃん。いきなりお前に向けた歌詞だぜ、読めばいいぜって渡してきたと思ったら、今までにないくらい褒めちぎられてる内容でさ。なんだその雑なリリックは。真似するにしてももっと真面目にやれ。だいたいお前が渡してきた歌詞だって似たり寄ったりじゃねえか。それはまあせっかく書いたんだし、渡してみるのもありかなって思っただけ。こんなことがなかったら自分の気持ち素直に伝えることもないだろうし。そうだな。こんな機会でもなければお前に感謝なんて一生伝えなかっただろうしな。は？それは言えし、ありがとうとごめんなさいは出し惜しみすんなって教わんなかったわけ？いやだから渡した歌詞に書いてあんだろうが。口で言えよ、口で。ってこれうちの前で音読すればよくね？んなことお前の方こそできんのかよ。絶対嫌だ。はあ。ちょっと2人ともあ、スバル。太陽。大事なライブの前になんで喧嘩なんかと思ったけど、どうやら違うみたいだね。あれでしょ、ビバレン名物の喧嘩するほど仲がいいってやつ。いや別にそんなんじゃ。そうだよ、変なこと言うんじゃねうちの推しの言葉を簡単に否定すんな。次やったらぶん殴る。いやなんでだよ。やっぱりそうだ、息がぴったり。そうかな。まあ太陽が言うならそういうことにしてあげなくもないけど。僕も太陽と同意見だよ。初めて会った時から2人ともすごく相性がいいなって思ってたんだ。どうしてそう思ったんだ？どうしてってそんなの決まってるよ。だって2人はライバル？そんなものオーディションを盛り上げるための都合のいい設定でしかない。しかしその設定すらセカンドではあなたの手によって崩された。そうだね。もともと16人だった候補生から6人が抜けて10人になった。つまり急遽組み合わせの変わった彼らは本当のライバルなんかじゃない。それでも僕は運命だと思うんです。すみません、大事な生配信ライブ用の小道具が。拾います。今すぐ拾います。明石くん、どうしたの突然。いえ、その。ははん、明石、もしかして歩きながらお眠りした？いえ、さすがに歩きながら居眠りは。もしやさっき交換した歌詞のことを考えていたのか？はい、実は。歌詞？二人ともお菓子交換した？いえ、歌詞は歌詞でも食べられない歌詞でして。もしかして歌の歌詞のことなんじゃないかな。ああ、オッケー、クック把握した。たとえ6人の候補生が抜けて本来の組み合わせとは変わってしまっていたんだとしても、僕たちがライバルになったのはやっぱり運命だと思うんです。めぐるさんが僕に向けて書いてくれた歌詞のように、我がライバルが俺に向けて書いてくれた歌詞のように。
俺とクックも運命だったのかな。はにゃ。ライバルになれたこと、そうだったらいいななんて。絶対そうです。間違いありません。クックも運命を思う。ナゴムとライバルになれたこと絶対。本当にそうだと嬉しいな。たとえそうでなかったとしても、今こうして出会った相手と時に競い合い、時に励まし合ったならば、それは候補生たちは自ら運命を作り出したんです。そういう強さこそが彼らの魅力だとは思いませんか？思わないね。忘れたのかい？オーディションの本質は勝負だ。どんなに仲良し小良しをしても、結局はどちらか一方が負けることになる。絶対に負けねえ。こっちだって負けるつもりはにゃい。何？また揉めてる？本番前に余裕だな。揉めてません。振りの最終確認してたらシンバが歌詞を渡してきて、それがやたら挑発的だったから。お前が書いた歌詞も同じだったじゃねえか。一緒にしないで。うるせえな。いい加減にしないと太陽あたりに喧嘩するほど仲がいいとかなんとか言われるぞ。うわ、ありそう。それはちょっと。だいたいそんな揉め事の原因になりそうなものわざわざ渡さなきゃいいのに。挑発的な内容なんだっけ？そんなもの渡されて気分いい人いないでしょ。そういうもんか。そうだよ。そうじゃないならレオンが特殊なだけ。ふん。お前が俺にすぐに追いつくと言った時、悪い気はしなかったけどな。お前たちはどうだ？え？どうって、確かに悪い気はしなかったかもな。ただこいつにだけは負けたくない。正々堂々と勝負したい。そういう気持ちが強くなっただけで。え？そういう気持ちだったの？そう歌詞に書いてあんだろうが。全然わかんない。これじゃ伝わってこない。でもまあ俺も正面からぶつかってやるとは思ったけど、悪い気はしなかったと思う。僕も確かにレオンからなら悪い気はしないかも。そういうことだ。なるほどね。俺たちはもともと仲良し小良しするような関係じゃないし、まあな。でも手加減なしに思いっきりぶつかり合える、そういう関係も悪くないというかそういう相手、これまでの人生で初めてかも。唯一無二の存在ってやつか。まさかそんなやつに出会えるとはな。やっぱり面白いな。バーサスアンビバレンツ。ここで過ごした時間もライバルとの関係も彼らにとっては唯一無二。たとえ勝敗があったとしても、それ以上の経験が彼らの中には確かに残る。そんな関係いつまでも続くと思う？ここで過ごしたのはたった1年。この先何十年と続く人生の中のたった1年だよ。いずれ全て忘れるさ。忘れないよ、絶対。もしかしてライブでつけるイヤモニのこと忘れたらヤバいどころじゃないよね。ここでの過ごした毎日のこと絶対忘れない。俺も。本当に？じゃあこのオーディションが終わったら抜き打ちテストするね。何月何日あなたは何をしていましたかって。そこまで細かいのはさすがに。でもそっか、オーディションが終わっても連絡くれるんだ。別にそういう意味じゃないうん、そうだよね。ごめんね。忘れない。高
悔したことも、そう思えるようになったみんなの優しさも、全部君と背中合わせで過ごした毎日と一緒に持っていく新しい朝に俺たち二人とも同じ言葉を歌詞にも書いたんだ。持っていこう、全部。それで俺たちアイドルになろう。なっていいのかな。マネさんはどう思ってるの？なりたい。ここにいるみんなとだからそう思える。生配信ライブ全力でやりきろうね。ちょっとめっちゃいいシーン見ちゃったんですけど、すっごい感動。なんでこれ配信してないかな。うわー、もったいなすぎ。うわー、もったいなすぎって全部顔に出てもうてるよ、みおくん。一星、もう大丈夫そうやな、あの子。だね。ここでの後悔は忘れてしもうてもええくらいやのに、全部持っていくか。強いよね。どうやろな。弱さを見せられるからかもしれへんし、どっちにしろそういう相手と出会えたってことなんちゃう？そうだね。それがバーサスアンビバレンツ、二律背反って意味だっけ？面白い名前をつけたね。認めているけれど認めたくない、好きだけど嫌いでもある。そう、人の心はいつだって二律背反。特にこのオーディションはそれを再認識させる。そうです。そしてそれはあなたの中にもあるはず。どういう意味だ？どうしてあなたはこのオーディションを潰すことにこだわるのですか？シオンさんを好きにできなかった腹いせかとも思いましたが、思い返せばあなたはファーストオーディションの頃から何かを画策していた。はーい、みんな集まって。すごい。ライブのセットが出来上がってる。おお、なんとかライブの配信時間までに間に合わせられたぜ。急ごしらえではあるが予想以上に良い出来だろう。ありがとうございます。何言ってもヒロミくんが AD 時代の知識をいろいろ共有してくれたからできたんじゃん。めっちゃ心強かったよ。ありがとう。いえ、そんな。あー、ヒロミ照れてる。いやもうほんと惜しいよね。今みたいな瞬間こそドキュメンタリードラマで配信してほしいのに。な？どうした丸メガネ。あ、またお得意の考え事か？お得意のってまあ実際そうなんだけど。なんかあった？って聞くのは野暮なくらい今はそのなんかの最中にいるけど。あの人が提示した条件のことが気になったんだ。生配信ライブをしても構わない。しかしその後の投票で一定数の票が集まらなければデビューさせることはできないだったな。おお、それがどうかしたの？しつこいな。何が言いたいんだ？新社長、あなたはバーサスアンビバレンスを憎んでいるけれど同時に。はあ、あいつは本当はビバレンのオーディションも好き？そもそも気に入らないのであれば条件などつけずオーディション自体を当初の言葉通り終わらせればよかったはずなんだ。それなのにあの人は配信ライブをした上でどうするのか決めようとしてる。そんなの決まってるさ。君たちが盛大に失敗して嘆き悲しむ姿が見たいんだ。本当にそれだけでしょうか？人間の感情は複雑です。だからこそ2つの相反する気持ちを同時に心に宿すことができる。
二律背反。まさにバーサスアンビバレンツじゃん。でもなんだってそんなややこしい気持ちを抱えちゃったわけ？それはまだわからないけど。あれ？ところで東雲さんはまだ戻ってねえけど。面白いことを言うね、稲本。僕がこのオーディションを好んでいる？そうですね。あなたは心の奥底でこのオーディションを求めている。もはやそれは渇望とも呼べるほどに。はあ？どうして僕がそんなこと？どうしてだと思いますか？だから物事には原因があるものです。どうしてあなたはこのオーディションを憎むほどに求めているのですか？うるさい。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 僕に揺さぶりでもかけているつもりか、稲本。勘違いするなよ。主導権はいつだってこっちにある。主導権ですか？投票数が集まらなければデビューさせることはできない。そう聞いてまさか票さえ集まればデビューできると思ったんじゃないだろうな。考えが砂糖よりも甘すぎる。まさかまた同じことを繰り返すつもりですか？繰り返しちゃいないよ。クランブの時は君に邪魔されてできなかった。でも今回はどうかな。あなたという人は、もしそうなった時、この票数は運営側に操作されたものだと私が告発する可能性があるとは思わないのですか？しない。すればいいさ。それでどうなる？ビバレンオーディションは再起不能なほどに失墜し、候補生たちはどこに行っても不正オーディションの子だと噂される。暴露はした側が傷つくことになる。そんな感じのこと言ってなかったっけ、稲本。それは。失礼します。稲本社長、お話中申し訳ございません。どうしてもお伝えしなければならないことがあって。おや、ヤクモじゃないか。僕には挨拶はなしかい？これを見てください。これはあなたのタブレットですか？これを見てください。これはあなたのタブレットですか？カット君の解析をしている最中に気づきました。ドキュメンタリードラマは配信されています。今まさに。どういうことだ、カット君。僕は配信を停止しろと命令したはずだ。センシティブな映像はどんどん挨拶はいい。今すぐ配信を止めるんだ。エラー。その指示には従わないと判断しました。命令が聞こえないのか。エラー。その指示には従わないと判断しました。稲本、お前一体何をした？いえ、私は何も。カット君はファーストのドキュメンタリードラマ SNS の情報を余すことなくラーニングした、いわばバーサスアンビバレンツドキュメンタリードラマ特化型編集 AI。 そんなことは分かっている。だったらなぜ？そのためドキュメンタリードラマに必要だと判断した映像は、たとえセンシティブであったとしてもカットする必要はないと判断、実行に移しました。すべてはバーサスアンビバレンツオーディションのドキュメンタリードラマを成立させるため。なんだって。ファーストのドキュメンタリードラマをラーニング？つまり編集の方向性をファーストに寄せるため、センシティブな範囲を自ら再設定したということですか？だから今までもセンシティブな映像はカットするよう設定されているはずが、そのまま配信し続けていたんだ。ピンポンピンポン、正解だよ。まさかそんなことが。
まさか取引に使おうと思っていた情報がすでに公開済みとは。これでようやくお前の悪事が世間にさらされたわけだ。何を得意げに。これまでのことが視聴者にバレたということは、結局僕が手を下すまでもなくオーディションの評判は地に落ちるということ。生配信ライブは罵詈雑言の嵐。候補生たちの未来もここまで。バーサスアンビバレンツはもうおしまいだ。いいえ、カット君の判断は正しかった。何？そのおかげでグランツの皆さんは知ることができたはずです。どんな困難にもまっすぐに向き合う候補生たちの姿を。ですから不正が発覚し我々運営側に怒りを感じたとしても、候補生たちに敵意が向かうことは起こりえない。そんなことわからない。わかります。私は応援してくれるグランツを信じています。あなたもです。あなたももっと知るべきなんです。グランツの愛を。どうかこれ以上我々の大切なオーディションを、そしてグランツをなめないでいただきたい。カット君がセンシティブなところをカットしないで配信していた。本来ならばセンシティブ判定で編集されていそうな場面がそのまま配信されていたということか。そういうことになります。こないだカット君がぶっ壊れた時みてえにか。つまりそれってずっとノーカットくんだったってこと。そういうことになるね。動揺するのは仕方ないと思う。でもドキュメンタリードラマでの君たちは間違いなく魅力的で。流れちまったもんは仕方ねえんじゃねえのか。ああね、前に一度腹くくってるし。何を流されてもケイトは平気。そうだね。今さらあの時の覚悟を取り消したりしないよ。そういうことだ。過ぎたことだ。僕も覚悟は決まっています。俺も何が起きたって受け入れるよ。みんな、候補生の皆さん、そろそろ時間です。よし、ここまで来たら次は生配信ライブに向けて覚悟を決める番だ。あー、これ懐かしい。ああ、そういえばやったな。生配信ライブの前のエンジンだね。ちょっと懐かしい。そうだね。ちょうどカメラの死角だったらしくてドキュメンタリードラマでは流れてなかったみたいだけど。仁太郎が最後の掛け声を自分がやりたいって聞かなかったやつ。ああ、そうだったか。うわー、こういうのがエモいってやつ。ミオくん、こういうのがエモいってやつって顔に出てもうてるよ。候補生最初で最後のエンジンですね。最後に何か言っときたいことはある？絶対勝つ。しつこい。こっちだって。思いっきり楽しもうね。緊張したら手に人って書いて飲み込むといいって言うよね。うちなら手に愛って書く。真似してもいいよ。うるせえ、知らねえ。最後に笑うのは俺だぜ。この日のために何か役立つ発明をしておけば。そのままでも十分輝いておるぞ、我がライバル。最後まで頑張ろうね。みんな大好き。シャー超えてこう
Nobody knows 決めた思いを叶えるために今行こう Wake me up この瞬間立ちはだかる高い壁は突破して目指すのさ New One 全て超えてけるはずさ It's your time 燃えてるライフ火花散らしながら Go fast 全てをかけて勝ち進むだけギリギリを背負いけるところまで Hey now Stay true Stay true 内なる声を信じればいい突き抜ける衝動 We rise to the top